ボンジュール。パリプロムナードチャンネルへようこそ。今回の動画ではバチニョールと呼ばれる界隈を歩きます。美味しいものが多めの動画になっています。どうぞ最後までリラックスしてご覧ください。3月の土曜日、雨の朝です。私はバスに乗ってセーヌ川を右岸へと渡ります。この建物は何かわかりますか？そうです。ルーブル美術館です。バスは今リボリ通りを進んでいます。そこからオペラ大通りへ入ります。デパートが立ち並ぶ界隈を抜けます。ブールバー・デ・バチニョール。この大通りはパリ8区と17区の境界線になります。ここで毎週土曜日の午前中、マルシェが立つんです。しかも有機食材を扱うビオマルシェです。これは圧巻。とっても充実した魚介類のスタンドですね。ブルターニュから来ている魚屋さんのようです。ビオマルシェというとラスパイユ大通りのそれがよく知られていますし、私もそちらの方に馴染みがあります。けれども今日私はバチニョールのビオマルシェに来てみました。あら、こんな風に座ってお茶が飲めるようなスペースもあるんですね。ラスパイユ通りのビオマルシェよりもこちらの方が悠々とスタンドが立ち並んでいるような気がします。マルシェのスタンドの方々、雨の日も風の日も雪の日も朝早くから準備をしてお客さんを迎えている。立派だなと思います。そしてこちらが私のお目当てのチーズ屋さんです。日曜日のラスパイユ通りにもこのスタンドがあって、いつも立ち寄る場所なんです。彼らも常連さんのようですね。マルシェには売る人と買う人の間に親しいコミュニケーションがあって、とても人間味を感じる場所だなと思います。今日私はまずこのミモレットというチーズを買います。すごくいい感じのムッシュでしょう。私が必ず買うもの、卵。しかも自然の中で放し飼いにされている鶏の卵です。こちらもまたラスパイユ通りにも出ているスタンドで、私が必ず立ち寄るスタンドです。野菜と果物を売っているんですが、買う人が手に取って選べるセルフサービスであることが他のところとはちょっと違うかもしれません。しかも比較的お買い得なものが多い気がします。今日私はちょっと贅沢をします。というのも
ホワイトアスパラが出始めていて、それに目が留まりました。私にとっては今シーズンの初物となるホワイトアスパラ。いよいよこの季節がやってきたなという感じです。シャンピニオンも少し買いましょう。それからこのスタンドではいつもキウイを4つ買います。他の方が何を買っているのかちょっと覗かせていただくのも面白いですよね。そして最後にそれぞれの重さを測ってもらってお会計です。こちらのスタンドのムッシュ、フレデリックさん、今年の5月で32年のキャリアになるんですって。優しい笑顔のムッシュです。あいにくの雨ですけれども、彼の笑顔で一日が明るくなるような気がします。動画の締めくくりで私が買ったもの、どうやっていただくかちょっとご紹介しますね。そしてこれはまた別の日、よく晴れた水曜日にも私はバチニョール界隈を訪ねました。メトロ14番線のポンカルディネという駅を降りて歩いています。この辺りはマルシェの立つブールバール・デ・バチニョールよりも北西にあたります。14番線はパリのメトロの中でも最も新しい路線といってももう20年以上にはなりますが、最初から無人運転、路線がどんどん延長されて、この界隈にも最近になって新しく駅ができています。パリの中心部からのアクセスがとても良くなったと感じます。今日私はアコさんと一緒にランチを楽しみたいと思います。お目当てのレストランはこちら、ヴィネロという名前です。オープンしたばかりのアドレスで、イタリアンビストロといった佇まいのレストラン。こちらのシェフのロベルト・クベタさんはパリの三つ星レストランでも経験を積んだ腕前と聞きます。そのシェフが作るパリのイタリアンビストロってどんな感じなのかちょっと楽しみです。レストランの共同創設者の一人、エマニュエルさんにおすすめのワインを選んでいただきました。オーストリアの白ワイン。こちらワインにもすごくこだわりを持っていて、フランスだけでなくヨーロッパ各地の銘柄、しかもナチュラルワインを中心にセレクトしているようです。微発泡のワイン、食事に合いそうな気がします。まずは前菜。こちらはメニューの筆頭にあったビッテロトンナート。そしてこちらはクルド・ドゥ・トン、マグロのクルード。とっても綺麗ですよね。マグロにビーツと西洋わさび、そしてキヌアが添えてあります。器の雰囲気といい、マグロを生でいただくスタイルといい、どこか日本的なものを感じます。水滴のようなものがついているこの素材、とても気になりました。後で調べてみたら
アイスプラントっていうものなんですね。ほんのりと塩味があって、彩りとしてだけでなく味わいの点でもちゃんと計算されている、そういうところにもシェフの力量が現れているなぁと思いました。ビッテロトンナート、子牛肉のツナソース、イタリアの前菜としてはポピュラーなものなんだと思います。薄くスライスされた子牛肉がふわっとしていて、繊細なソースと程よいグリーンのあしらい、とってもバランスがよくて、私が今までいただいたビッテロトンナートの中では一番美味しいかもと思いました。客席からは厨房の様子がとてもよく見えます。むしろ客席と厨房とが一体になっているような感じ。まさにオープンキッチンです。私たちのメインディッシュはこちらです。これパスタなんですが、その緑色が何から来ているのかとっても気になりますでしょ。これ実はケールという野菜の緑、その上にツナをサラミのようにしたものを細かく刻んで振りかけてあります。このお料理には塩を加えていないとおっしゃっていました。まず全体を混ぜて食べてくださいとのこと。塩味はこのツナのサラミから来るもので、アサリのむき身も入っています。こちらはイベリコ豚にチコリ、そして西洋ごぼうとトピナンブル、菊芋も添えてあります。食べやすいようにお肉がカットしてあります。この焼き加減見てください。とっても美しいロゼに仕上がってますよね。全体に味付けが濃すぎず、野菜のほのかな甘みも感じられて、素材それぞれの持ち味が生かされているところがとてもいいなと思いました。デザートはやはりティラミス。ふわっと軽いテクスチャーが伝わりますか？重たすぎず甘すぎず、やはりこれもとてもバランスが良い、風味の高い王道の味。とっても美味しくいただきました。そうそう、マグロのお料理に使われていたグリーンのソースが私はとても気になってシェフに尋ねてみたところ、オリーブオイルにポロネギの緑色の部分をアンフューゼしたものなんだそうです。シェフはこの他にも野生のセロリを使ったオイルなども作っているそうです。とっても美味しくって感じのいいレストラン、またぜひ訪れたいなと思いました。ところでレストランの窓から見えていたお向かいのブティックがちょっと気になっていました。食事の後でそのブティックを訪ねてみることにしました。C'est du verre soufflé et c'est des pièces des années 60. Mais j'aime beaucoup cette verrerie, j'adore cette couleur de verre, ce vert vert, c'est des pétales de verre. C'est
お店の名前はシュザンヌなんですが、こちらのオーナーマダムのお名前はアルメルさんとおっしゃいます。 Suzanne, comme ce qui est écrit sur ma... 実は彼女も先ほど私たちと同じレストランでランチを召し上がっていたんですって。全然気づきませんでした。20世紀のヴィンテージ家具やオブジェをセレクトしているこのブティックは7年前からあるそうです。しかも彼女はこの界隈に30年前から暮らしているということなので、すっかり地元の方ですね。このテーブルは真ん中が広がるようになっていて、10人で座って食事をできるくらいの大きさになるんだそうです。木のラインもなかなか魅力的。フランスの60年代の家具だそうです。この手拭きガラス、気泡の入り方がとっても面白いですよね。この右の方のは南フランスビオットの手拭きガラス。これもやはり南仏バロリスの作家のものだそうです。これはロワール地方のラボーヌというところの陶芸家の作品で、リキュールをいただくセットなんですって。なかなか味がある焼き物ですよね。いろいろと魅力的なものがたくさんあるブティック。とてもいい出会いをしたような気持ちになりました。私にとってはほぼ初めてと言っていいこの界隈なんですが、子供服とか子供用品の店が多い印象を受けました。子育てがしやすい環境なんでしょうかね。そんなことを思って歩いていたら、この反応に出会いました。子供のためのお料理教室。みんなとっても元気そうで可愛らしいですよね。この界隈に来たらぜひ立ち寄ってみたいと思っていたところがあって、私たちはそこに向かって歩いています。バチニョールの教会が見えてきました。目的の場所はこの教会のすぐそばなんですが、ここで一旦私たちはコーヒーブレイク。教会のお向かいにあるカフェでカフェアロンジェ、アメリカンコーヒーを頼んだらこんな風なマグカップで出てきました。カフェの壁にはバチニョール教会の昔の写真が飾ってありました。なるほど、昔はこんな雰囲気だったんですね。そして私のお目当ての店はここです。ランクールという名前のパティスリー。シュバルブロンパリやルイ・ヴィトンカフェのシェフパティシエであるマキシム・フレデリックさんが共同経営する店を開いたと聞いたので、一度訪れてみたいと思っていました。ルイ・ヴィトンカフェのケーキは以前このチャンネルでもご紹介したことがありますが、こちらのお店でも一つ一つのケーキがまるでジュエリーのようにプレゼンテーションされています。
日持ちのする焼き菓子やプレゼントに良さそうなチョコレートなどもありますね。こちらのパティスリーでは素材にとてもこだわりを持って作っているようです。例えば卵はノルマンディーで5世代にわたって続いている小さな農家から、ヘーゼルナッツ、コーヒー、カカオ、牛乳、小麦粉、蜂蜜、フルーツなどなど、いずれもマキシムさんが信頼を寄せる生産者たちとのコラボレーションでこの店ができているようです。パリの贅を尽くしたレストランでも活躍を続けつつ、このような家庭的な感じのするお店を開いたというのがとても好感が持てます。ジュエリーのようなケーキももちろん魅力的ですけれど、日常のテーブルに乗せられるパンも売っているというところがとてもいいなと思いました。偶然にもマキシムさんがお店にいらっしゃいました。とってもラッキーです。2025年中にはイートインができるスペースも完成する予定と聞きました。それもまた楽しみですね。お店のすぐ近くに広々とした公園があります。小川が流れていて、その場所が小さな子どもたちに人気の場所になっていました。大人たちはといえばペタンク。バチニョールは小さな村というふうに形容されることもありますが、なるほどと思わせる風景です。このほのぼのとした幸せは翌日にも続きます。このチャンネルをよくご覧くださっている方には、このお皿見覚えがあるとおっしゃる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そうです。リールに出かけた時に購入したお皿。これでクロワッサンをいただきたいと思います。翌日いただくことにしたので、私は少し温めました。買った時よりちょっとだけ焼き色が濃くなったかな。ご覧ください。この質感。迷いに迷った挙句私が選んだのはこれです。エントメバニーユ。ビスキュイにもキャラメルにもクリームにも3つのバニラが使われているという、バニラ好きにはもうたまらないケーキです。気になっていた乳製品のシリーズから私はこれを選んでテイスティングをしたいと思います。ラクテマブレ。このゼラチン質ではない感じの柔らかいクリーム状の食感、そして味は本当に繊細で甘みが控えめ。
とっても上品なクリームだなぁと思いました。そうそう、動画の冒頭マルシェで購入したあのアスパラを私がどのようにしていただいたか、ちょっとご紹介しますね。ホワイトアスパラはピーラーで皮を剥きます。下の方は結構厚めに皮を剥いた方が後味がいいような気がします。茹でて食べるという方も多いと思いますが、私は蒸すのが好きです。柔らかくなるまで蒸し上げます。ホワイトアスパラにオランデーズソースはとっても美味しい組み合わせですけど、私はもっと簡単な方法でいただくことが多いです。そのためにチーズスタンドでミモレットを買っていたんです。蒸したアスパラガスにオリーブオイルとレモンで作ったドレッシングをまず少し振りかけて、その後ですりおろしたミモレット、これをたっぷりと添えます。このミモレットはすごくコクのある美味しさなので、いろいろな料理に使えるんじゃないかなと思います。ホワイトアスパラ、パリの食の楽しみの一つ、春が来たなぁと思わせてくれる食材です。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が気に入られたらどうぞ高評価、そしてご感想をお寄せくださいませ。チャンネル登録がまだの方はどうぞチャンネル登録もお願いいたします。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。